皆さんこんにちは、ともりあらたです。今日はですね、私が実際にやっている疲れないための5つの方法をご紹介したいと思います。先生めちゃめちゃ忙しそうなのにいつも元気ですよね。特別なことしてるんですかっていうコメントが結構多いんですね。リアルに会う友達にも、あなたはさ、どうして子育てもして、仕事もして YouTube もして出張とかもすごい多いのに、なんでそんなに元気なのってやっぱよく聞かれるんですよ。もちろん私は医者なので、実は秘伝のお薬だったり秘伝の点滴をしてるとかって本当は言いたいんですけれども、そんなことはなく、ただ誰でもできるような疲れをその日のうちにね解消できるようなことだったり、あと逆にそもそも疲れないようにするっていう方法を自分の中でなんとなくですけれども実践していることがあるので、それを今日は皆さんにシェアしたいなと思っていますので、最近なんか寝ても疲れるんだよなとか、元気で過ごしたいなと思っている人はぜひ参考にしてみてください。では早速、ともりあらたが疲れないためにしていること、1つ目は食事を腹8分目にするということです。急にと思った方いらっしゃると思うんですけれども、食事、そして運動、睡眠っていう、これが疲れを癒す大きなものだと思うんですけれども、睡眠とか運動とかはさておいて、やっぱり一番大きいのは食事だと思うんですよ。で、皆さん食事をとるときに元気になるためにいろんな栄養素を取らなきゃとか、しっかり食べなきゃっていうふうに思うと思うんですけれども、逆にいっぱい食べてしまうと、やっぱり人間の体って消化に時間がかかって疲れてしまったりとかっていうことがよくあるんですね。食後結構眠くなって、その後になんかもう疲れちゃってみたいなことあったりしませんか？午前中は元気なんだけどランチ食べた後はもうちょっと使い物になりませんみたいなことっていうのは、やっぱりすごく食べ過ぎちゃってるっていうところも多いと思うので、疾患を持っていて空腹の時間を作っちゃいけないとか、しっかり食べてくださいって言われている人は別として、お腹にいっぱいになるちょっと手前ぐらいの腹8分目にすることで、消化に時間がかからないし、消化によるエネルギーロスみたいなものもなく、一日中フラットでいられる感じがするので、糖尿病とか高脂血症とか生活習慣病の予防というためにも必要なので、まずは腹8分目に食事をするということを心がけてください。続いて2つ目は、甘いものを単食食いしない。これはさっきの腹8分目とも関連してくるんですけれども、疲れたから甘いものを食べて補給しようみたいな方いらっしゃったりしません？疲れが改善みたいなイメージあると思うんですけれども、瞬間は元気になるかもしれないんですが、その後にすっごい疲れを感じる方って結構多いと思うんですよね。私とかもそうなんですけど、朝ごはんがちょっとなかなか食べれなくて、昼も食べれなくて、夜時間できたなと思ってスタッフからいただいたスイーツとかを食べて血糖値を補給しようってすると、急激にやっぱり血糖値がドーンと上がって、なんか1時間ぐらいするとすっごいだるくなるっていう経験とかってよくあるんですけど、多分それ皆さんにもあると思うんですよね。急激に血糖値がドーンと上がると、それを抑えようと健康な人はですね、インスリンというものが出て、それを下げるんですね。血糖値の乱高下っていうのが体にすごく負担で、それによって人間っていうのは疲れやすい体になってしまいます。もちろん脳のエネルギー源は糖質なので、糖質を食べることが全部 NG ではないです。なのでさっき言った単食食いがいけないので、もしなんかスイーツ食べたいなと思う時には、例えば私だったらグラノーラだったりとかをちょっと食べたりとか、干し芋みたいな糖分も入ってるんだけども食物繊維も多いよみたいなものを取ったりとか、チョコレートだけとか甘いドリンクだけみたいなものを常に食べたり飲んだりしていると、本当に血糖値が乱高下するので、体がすごく疲れやすい状態になっていくので、そこは気をつけてみてください。続いて3つ目は、タンパク質とビタミンを意識して食事をとるということになります。これも食事なんですけれども、やっぱり皆さん外食しちゃうと、なんかパスタだけとかパンだけとかサンドイッチだけみたいな炭水化物に寄っちゃうと思うんですよね。さっき言った血糖値の乱高下につながると思うんですけれども、やっぱりそれだと本当に疲れやすい体になるんですが、体っていうのはやっぱりタンパクとビタミンっていうものがすごく大事になります。特にタンパク質っていうのは筋肉の元で、筋肉がしっかりとあるっていうことは代謝を上げていって、そもそも疲れにくい体にするんですね。体を作る材料が少なくなると、やっぱり筋肉疲労の改善が遅くなったりっていうこともあるので、やっぱりタンパク質っていうものはしっかりとっておいた方がいいと思います。お肉とかお魚とかっていうこともあるんですが、植物性のタンパク質、大豆とかですね、そういったものもまんべんなく食べること。タンパク質食べましょうって言うと、鶏肉だけ食べるとか牛肉だけ食べるみたいな方もいらっしゃると思うんですが、いろんなタンパク質を摂るっていうことすごく大事なので、それをしっかりと召し上がっていただく。で、足りない
場合はやっぱり私はプロテインとかも意識して取ってみてもいいと思うんですが、プロテインを飲んだからといって痩せるとかすぐ疲労改善ではないんですけれども、タンパク質が不足すると改善っていうのがおかしくなってくるので、なるべく食事でタンパク質を取って取れない場合は補助としてプロテインを活用していただければと。同じ観点からビタミンもそうなんですね。代謝を回していくときにはビタミンっていうのすごく大事になってきます。できれば食事でお野菜とか取ることによって代謝がうまく回るようになって疲労が回復しやすい、疲れが残しにくいお体になります。これも基本は食事で取ることが大事です。食事でどうしても取れないなって思うビタミンを補うっていうのがサプリなので、何でもかんでもサプリとか健康補助食品に頼るんではなく、まず食事でタンパク質とビタミンをしっかり取るっていうようなことを心がけてください。続いて4つ目、下半身の筋肉をしっかりとマッサージする。これは私の持論というか、私たち人間って重力がかかりますよね。そうすると血流が下に行きやすくなって、特に下半身っていうのは冷えやすいし、あとはむくみやすい場所なんですよ。大きな筋肉というのは下半身に集中しています。例えば太ももの筋肉とかお尻の筋肉、あとはふくらはぎの筋肉がですねしなやかになっていくとですね、全体的な代謝っていうのは上がっていくんですね。やっぱり電車移動だったりとか、あとはお車の移動が多かったりすると歩くことって少なくなりますよね。実は疲れにくくするためには激しい運動、筋トレとかよりも軽いウォーキング、下半身をしっかり使うような軽い、お隣の人とお話をしながら歩けるような軽いウォーキングというのが一番いいんですよ。ただすることができないっていう方はですね、下半身の筋肉をしっかりと揉みほぐしてあげるようなマッサージだったりとか、あとはストレッチですね、しなやかに筋肉を作ってあげるっていうことすごく大事なので、疲れたなと思う日こそ大事です。自分の手でしたりすると疲れるっていう時にはマッサージガンみたいなものをしっかり使ってブル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 みたいに震えたりとか、ふくらはぎを伸ばしたりとか、足を曲げ伸ばししたりとか、その場階段上りみたいなやつをしたりとか、それだけでだるさとか良くなるので、これはね、私もこれぐらいちっちゃいマッサージガンを持っていて、風呂上がりに足のマッサージ、お尻から足から全部ウィーンって言ってマッサージをするので、それをした日としない日はですね、かなり次の日の疲れ度っていうのが違うので、その日のうちに疲れが取れるんじゃないかなというふうに思います。続いて5つ目は体を冷やさない。これも私がいつもやっていることで一番これも本当に大切かなと思うのは、どうしても体が寒くなってしまうと、それはもう年がら年中です。夏も冷房による寒さだったり、冬は冬で外気が寒くなると体が縮こまって筋肉が硬くなっちゃうんですよね。そうするとやっぱ血流が悪くなって、それによってだるさだったりとか頭痛がしたりとか、体調不良につながりやすい。なので私はもちろんおしゃれは大好きなんで、空いた服がいいなとか素足がいいなとか思うこともあるんですが、そういう時こそ1枚ショールを持って行ったりとか、なんかあったかグッズを持って行ったりとかっていう感じで、体をなるべくあったかい状態で常にいること、それ本当に疲れにくくなっていくんですよね。たったそれだけって思うかもしれないんですけれども、体温をしっかり上げていくことっていうことはすごく大事なので、必ずシャワーだけじゃなくて半身浴みたいな体を温めるようにするとか、サウナとかもしっかり水分を補給したりとかしながらだったらいいと思うんですけれども、体を常にあったかい状態にして血流を良くしてあげるっていうことこそが疲労回復につながってくると思いますので、ぜひやってみてください。まとめると、まずは腹8分目にする。そして急激に血糖値を上げるような食事、例えばパスタとか甘いものだけの単食食いはやめる。この2つだけで血糖値の乱高下がかなり一定になるんですよ。食後にどっと疲れるとか、なんとなく疲れが抜けないっていうことがもうほんとフラットになります。続いて3つ目、タンパク質とビタミンをメインにしたお食事をとる。疲れたなと思った時の回復がめちゃくちゃ早くなってくると思います。食事がとるのがポイントですけれども、足りなかったら補うようなサプリだったりとかを試してみてください。そして4つ目、大きい筋肉を動かすこと。それはやっぱり下半身です。一番いいのは、ウォーキングなんですね。すごい強い筋トレとかじゃなくて軽い運動が一番いいので、なるべく歩くようにして1時間に1回は座ってても歩くように、トイレに行ってあえて歩くとか、そういうことをしていただきたいんですが、できなかったら最近はマッサージガンみたいなものもあるので、疲れを取っていくっていうことをしてみてください。そして5つ目は絶対に体を冷やさないということ。体を冷やしてしま
まうとやっぱり交感神経優位になって、それで血流が悪くなったりとか、逆に寝れなかったりとかして、そういったことも良くなかったりとか、冷えていることによって筋肉が硬直して痛みが出てきてしまうということも疲れにつながってしまいますので、体をしっかりと温めるということをぜひやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。どれもね、別に魔法みたいなことじゃなくて、ごくごく当たり前のことなんですね。でも私自身もどんなに忙しいスケジュールでも、休みますとか体調不良でちょっと行けませんっていうことがなかなかできない職業になりますし、あとはお母さんという職業はですね、24時間365日お休みがない仕事だと思うので、自分のね体調がしんどいとパフォーマンスも下がってくるので、なるべく疲れを残さないとか体調不良にしないっていうことを小さいことからコツコツと実践していければいいんじゃないかなというふうに思いますので、参考になれば嬉しいです。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。皆さんね、やっぱり年末年始お疲れな方も多いと思うので、この動画を見て自分の生活習慣を見直して疲れにくい体を作ってみてください。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。